なんで仕事でちゃんと休みが取れるんですか。なんでドイツ人は Hey guys and girls, on Ash Japanese, it's Kathy Cat. Today we have come to Brilliant Star Decorations World Lolita Collection. This time we're gonna go and ask Japanese people what they always wanted to ask foreigners, people around the world, things they don't quite understand. So let's go and ask Japanese people what they would like to ask you. なんで仕事でちゃんと休みが取れるんですか。有給をちゃんと消費できるのか。いつも有給余って最後多分年度でうちは繰り越せる分と、一定の量しか繰り越せないのでだいたい捨ててるんですけど、何日かなんかちゃんとそういうところはなんか海外の方はこうなんか時間を守ってというか、その始業とあと終了がなんかきっちりしていて、なんか休みは休みとしてなんか満喫されてるイメージがあるので、なんで休みが取れるんだろうと思ってます。確かに日本でちょっとね休み取りづらいって感じですか。そうですね。やっぱりこの私の業種もそうですけど、他の人の聞いててもなんかその休みの前とか土日の前後は取りづらいとか、なんかこう上司が取ってないのに取りづらいとか、なんかそういうのも聞くので、すごいなと思って、なんで取れるんだろうと思います。有給何%処理してますか。30% ぐらいです。多分 30% ぐらいしか消費できてない状態です。例えば2週間休み丸ごと取ることありますか。あんまり2週間まるっとはないです。1週間ちょっとが限界でした。なんか、別に取ろうと思えば取れるんですけど、だからいろいろ考えてしまって、休んで何も言われないかなとか考えちゃって結局取れずに終わりました。日本で長く休み取っちゃうとなんか周りの人から印象が悪くなるって言うんですか。直接やっぱり今の時代そういうのがパワハラとか言われるから言われないですけど、やっぱりなんとなく視線が気になるというかいうところはあります。海外のその一部の人だけかなと思うんですけども、なぜ日本はその法的なものが遅いのに海外はすごい進展が早いのかなっていうふうには思いますね。例えば何ですか。オリンピックのことだったり子育てのことだったり、もう海外はやっぱりじゃあもう子育てとして休みましょうみたいな感じで取ってたりとかはするんですけど、日本はそういうのは多分会社によって取れたりするので、海外はそういうのがやっぱりもう女性に優しくとかこの国を良くしようっていうことがやっぱり早いのかなっていうふうには思います。男性もその休む子供ができたら休んだりとかできるじゃできるけど、日本はできるけど取れないって多く聞いてるんですけど。そうですね。やっぱり女性はできるけど、やっぱり男性がやっぱり育休とかに入ると男性みたいな感じで思われるけど、やっぱ海外はそういうのは、いや女性も男性も子育ては必要だみたいな感じでやっているのは、ちょっとそこはどうして海外はなんでそういうふうにすぐできるのかなっていうふうには思いますね。そうですね。日本もやっぱり困ってる子供を育てたいとか、やっぱりその子供のためにいろいろしてあげたいって多分女性の男性も多分思ってる方が多いので、多分そういうふうにした方がやっぱり住みやすいのかなっていうふうには思います。はい、自己紹介お願いします。はい、今日のワールドロリータ2019ロリータコレクションの主催のバビです。同じく主催のカエです。外国人に聞いてみたい質問、なんで外国人はこうだとか、外国にこういうことがあるんだろうみたいな。じゃあカティに聞いていい？ドイツのさクリスマス BK まだ行ったことないんだけど、オクトーバーフェストは行ったんだけど、クリスマスすっごく可愛いじゃないですか、あれって、ね、ドイツの中では一番なんか盛り上がるイベントなの？それとももっとあるの？なんかいろいろ一番盛り上がる、個人的に私ものは本当にクリスマスだと思います。そうなんだ。クリスマスにしかない食べ物、クリスマスの時にしか見えない文化とか、いろいろすごいお祝いしてるので、本当に一番私にとって一番大きいのはやっぱクリスマスで、なのでできたらその時には家族のところに帰りたいとか、そういうのが多いんです。なるほどね。日本でもね、そうドイツを真似したクリスマスのなんかイベントいっぱいマーケットあるけど、でもね、私はドイツで聞きたいことがある。またドイツなんでドイツ人は芋とソーセージで大丈夫なの？そう、それすごく気になる。私たちがドイツに行った時にもうね、全部お芋さんとねソーセージさんばっかりで、ちょっと
これはって思ったら、いや美味しかった全部美味しかったんだけど美味しかったんだけど辛かったのね。いろんなねなんだろうで野菜はって聞いたらあるじゃんって言われて芋を出されたの。でまあ野菜だけどみたいな。いや美味しかったから全然いいんだけど、そうなんでさなんか外人っていうわけじゃないけど海外の人って野菜ないよねあんまり。カティはどうなの？お野菜はお野菜は食べれたら嬉しいなって感じですかね。食べれたら嬉しいって感じなの、でも確かにドイツの料理考えるとたまに結構野菜がなかったりとかしますけど、きっとあの時にみんながドイツの名物のソーセージ出そうと思ってて、ソーセージばっかり出したと思うんですけど、歓迎していただいたから多分すごく大きいソーセージが来てびっくりしたんだけど、日本だと逆に大豆がお豆腐になったりお味噌汁になったり普通に豆だったりとかするのと同じで、ドイツの芋ってなんかお芋いろんな芋があった。そう餅みたいなお芋もあるし、そうこれはって聞くと芋って言われて、こっちはって聞くと芋って言って、いろんなこれはって言うと種類芋って言われて、それ言えてますね。いろんな種類のねお料理あるんだねドイそうツ。なんかね、特にヨーロッパの方は一種類でいろんな料理がある。面白かったよね、日本ってなんかいろんな、四季があるからいろんなお野菜とかいろんなキャベツが食べれたりするんだけど、海外行くとあんまりなんかお野菜が多くないなって、レストランとか。ピクルスとかは多いけどね。ピクルスも怖いぐらい、なんであんな大きいの？あ大きい、ドイツのピクルス大きい。バットみたいなピクルスが出てきて、なんかピクルスって見やがったよね。まあでも美味しかった。どれもこれも美味しかったです。私はドイツの料理はすごく好きでした。あとケーキ類が本当に最高。リンゴのチョコレートじゃないやケーキとかね。よかったです。でも野菜が入ってるもの一応あったりはします。じゃあ次回は絶対それを食べよう。ね。ぜひ海外の人に不思議に思ったこととか質問したいなってこととかぜひ教えてください。時間がなんかゆっくりしている。日本は秒単位で動いてるみたいなところがあって、ハワイ行くとのんびりしてる感じで、そこがすごく違うな。なんでって。なんでそんなに時間がゆっくり動いてるんだろうって感じ。そうです。どうやって感じますか？日本は世話しないなってそうに思います。日本ものんびりできないかなって。あれですね、海外で食べる中華料理とか焼肉とか、日本和食はもちろんなんですけど、やっぱり日本で食べるものとは若干違う感じはしましたね。でもそういうものだろうと思ってそれはそれで割り切っていただくんですけれども、その日本で食べてる感じの味付けとかとはちょっと違ったかなとは思いました。じゃあなんで中国料理が味が中国料理なのに違う？あと麺の感じとかね、ヌードルね、麺ね、それがちょっと違った経験はありましたけれど、それはそれで旅先なので楽しいかなと思ってどこでも同じと思った中国料理はそうではなかった。そうですね。あと和食なんかも海外で食べる和食と日本で食べる和食違いますから、そういうものなんだろうと思いますね。じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございました。Why abroad? These are a couple of questions, things that Japanese people would like to know from you. One of them is, why can foreigners take so many holidays or so long holidays? And now I think this question is very good to discuss with you guys, because depending on which country you guys are from and also what kind of job you're doing, you might be getting holidays, you might actually not be getting holidays. And that is a good question. So down below, let us know what kind of holidays you get, how long are generally the annual holidays, maybe for you or maybe for your friends. Let us know so you can maybe compare. Bless you, director, he's got hay fever. And I hope you can let us know more down below. Also, if you are new, don't forget to subscribe to your channel for more stuff, and there's also a related video. Other question as well is parental leave. Is that a thing? Can actually guys take holidays as well when they have a kid? Yes or no? Because that seems to be a thing that's not really. It is there in Japan, but no one really does it. How is that for your country? Does it exist? And if so, do dads, are they actually able to leave work to spend some time with their kids? Interesting. Let's find out. Look forward to your comments, and I'll catch you soon for more stuff here from Japan. That was Ash Japanese. Bye! Brilliant Star Decorations is an event held by Babi and Kaye, the designers of the Lolita fashion brand Triple Fortune, and it combines entertainment with alternative fashion. This event was the World Lolita Collection.
The designers of Triple Fortune, Bobby and Kaye, have met many international Lolita brands during their trips abroad and invited them to take part in this event. Brilliant Star decorations included performances, fashion shows, and a fashion and accessory market, so visitors could get their hands on the items they're interested in straight away. Lovers of alternative fashion came from all corners of Japan and abroad for this international fashion event. This was also a chance to see new collections and famous Harajuku fashion models live right before them. If you're curious now, check the link in our description box to find out when their next show will be.